今回はデーモン・ヒルが96年にウィリアムズから放出された時の話です。デーモン・ヒルはチャンピオンを取りながらウィリアムズを出されて翌年アローズに行くことになりました。どうしてヒルがチームを出ていくことになったかというと、翌年フレンツェンと契約したからですね。それでヒルは追い出されてしまいました。じゃあこの当時、ヒルと一緒に仕事をしてた人はどのように感じてたのかっていうのを紹介したいと思います。やっぱり当てになるのはこの人ですね。ルノーのベルナール・デュドさんです。このインタビューは正確に言うと、ヒルが来年ウィリアムズと契約しないって決まって、まだチャンピオンは決定していない時期のインタビューになります。ヒルがウィリアムズを離れるということについてどのように感じていますか？とてもがっかりしている。少なくともルノーの立場としても最後のシーズンとなる97年も彼と一緒に戦えるものだと思っていた。ルノーエンジンもこの時点で翌年97年でワークス活動をやめるって発表してましたから、あと1年ヒルと一緒にやれるって思ってたわけですね。っていうことはデュドさんにとってもヒルの離脱は寝耳に水だったわけですね。今年こそヒルがチャンピオンになることを望んでいたのですか？いや、望んでいるというより確かな現実だと思う。私はデイモン・ヒルを非常に高く評価しているし、ミハエル・シューマッハと全く同じレベルとまで言わなくとも彼に近い能力を持ったドライバーだと思っている。この時点ではヒルがチャンピオンに王手をかけているという状態でしたから、チャンピオンになることが確かな現実だって言ってますね。ヒルのことをシューマッハと全く同じとまでいかなくとも、彼に近い能力を持ったドライバーだって非常に高く評価してますね。やっぱり一緒に仕事をしてきたディドさんはヒルの能力をよくわかってるんですね。ウィリアムズとルノーはまたしてもチャンピオンが去っていくのを見送ることに、今ではすっかりチャンピオンが去っていくことがウィリアムズの伝統のようになってしまった感がある。しかしなぜこういう事態になったのかは現時点で私は把握していない。理由はそれぞれですけど、マンセルしかり、プロストしかり、チャンピオンを取ったのにチームからいなくなっていきましたね。で、ヒルも今回、この時点ではチャンピオンを取れそうな状態でチームから出るということになりました。で、今回なんでこういうことになったのかというのは、やはりデュドさんは知らないと、把握してないって言ってますね。デイモンとフランクの今回の話し合いは特別なものだったと想像できる。しかし、いつもならドライバーの選択などに関してフランクは我々の意見も求めてくるのが通例だった。ところが今回はデイモンとフランクの間だけで非常に早く事態が進んでしまったようだ。ヒルが離脱するという情報だけ、その情報だけを知ってる状態でデュドさんは話してましたから、ヒルとフランク・ウィリアムズの間に何か特別な話し合いがあったんだろうっていう推測をしてます。これ実は大した話し合いもなく勝手にフランクおじさんが決めたみたいですけどね。それはちょっと今回置いといて、いつもならドライバーの選択に関して我々にも意見を求めてくるっつってますね。大事なパートナーであるルノーに確認もしないで勝手に決めたんですね。結局このヒルの離脱によってニューウェイさんもチームからいなくなるわけですけど、やっぱりこのやり方は一緒に働いているチームのこういった重要人物に対して非常に不義理というか、一緒に働いている相手に対して敬意を払ってない物事の進め方をやっぱりしてたんですね。ルノーとしてはウィリアムズがヒルと続けることを望んでいたのですね。我々はデイモン・ヒルというドライバーをとても高く評価していたからね。最終的にシューマッハを除けば、同じマシンでヒルほど速く走れるドライバーはいないと思う。彼を失うのは大きな損失だよ。この当時のことを思い出してみると、私自身もヒルが速いドライバーなのかっていうのはよく分かってなかったし、日本全体のファンの人たちもイメージとしてはあんまりヒルが速いって思ってなかったと思いますね。だけど、ここでデュドさんはここまではっきり言ってますね。シューマッハはちょっと特別なんで、やっぱりシューマッハの方がヒルより優れてるとか、そういう話はちょっとなしにして、でも、特別なシューマッハを除いて、ヒルほど速く走れるドライバーはいないっつってますよね。めちゃくちゃ評価高いですよ。だって要するにこの時点で、
ハッキネンだっているし、まあ若手のバリチェロとかね、そういう人もいるし、次の年にやってくるフレンツェンとか、まあそういったドライバーがいる中で、同じマシンでヒルほど速く走れるドライバーはいないと思うって言ってますよね。なぜかヒルの首を切ってしまったフランク・ウィリアムズとパトリック・ヘッドの二人はどう思ってたのかよくわからないですけど、少なくともデュドさんはヒルの手放す理由はない。それぐらいやっぱ思ってたってことですよ。フランクはフレンツェンの方が価値があると考えたのでしょうか。おそらくそういうことだろうね。今の段階で彼の走りを観察すると、彼のマシンが最高のものではないことを考慮しても、その才能に特に驚かされるということはない。実際にドライビングミスや接触も多い。デュドさんの推測として、フランク・ウィリアムズはフレンツェンの方がいいだろうと思って契約したんじゃないのかなという、そういう推測をしてるわけですけど、だけど、デュドさんの分析としては、フレンツェンの走りに、特別いい点はないっていう、そういうことを言ってますね。言うまでもなく、ルノーのベルナール・デュドさんなんで、彼は感情でレーサーを見てんじゃなくて、詳細なデータによってきちんと見てるでしょうから、客観的な論理的な事実から見ても、フレンツェンに速い特別な才能があるという感じはしないんでしょうね。また、ドライバーというのは、サーキットを速く走れるだけで十分ということはない。マシンを開発していく能力も同時に求められるんだ。その点においてデイモンは、マシンを作っていく能力、進歩させていくという仕事において、非常に大きな才能を持っていた。単純に速さだけを評価しても、ヒルはすごいドライバーなんだけど、やっぱりこの開発能力、分析能力が素晴らしいっていうことを言ってますね。なので、デュドさんから見たら、速いだけじゃなくて、頼りになるドライバーというか、一緒に車を良くする、一緒にエンジンを良くしていけるという、頼もしい相棒というか、そういうドライバーだったんでしょうね。彼が他チームに行くことによって、我々にとっては来シーズンの難しさが加わったと言ってもいいだろうね。これすごいシンプルな文章ですけど、翌年の97年のことを、とっても正確にこれ推測してますね。っていうのは、97年もウィリアムズの車は速いですけど、ニューエイさんがデザインして残していった車が速かっただけで、1年間通しての成績のアップダウンはすごい激しかったですよね。要するに、実際に車を作ったニューエイさんがいないということと、安定して車の分析をして開発をしてくれるデーモン・ヒルというドライバーがいなくなったことによって、97年のウィリアムズは、速いとは言っても成績はめちゃくちゃ不安定でした。それをディドさんは、もうこの時点でこうやって言い当ててるんですね。ヒル放出が決まったことで、ウィルヌーブにチャンピオンを取らせようと政治的な圧力がかかる可能性は、もしエンジンのパフォーマンスに格差をつけろなんてことになったら、私は会社を辞めるよ。誓ってもいい。これチャンピオン決定前の状態なんで、もうクビにするドライバーにチャンピオンを取らせても意味はないというマーケティング的な判断でね、どうにかビルヌーブを勝たせようっていう風に、そういう動きがあるかもしれないって言ってますよね。あり得る話ですよね。だけど、デュドさんはっきり言ってますね。そんなことがあったら会社を辞めると。誓ってもいいと。ここでもわかるのが、まずデーモン・ヒルというドライバーとの強い信頼関係があるんだなと伺わせますよね。デュドさんがそんな卑怯なことはさせない、認めないっていうね、意思が含まれてますよね。で、あとは、とってもはっきりしたデュドさんの性格もよくわかりますよね。とても強い意志があって、でも論理的で、しかも論理的なんだけど冷たいんじゃなくて、非常に相手に対して情があるというか、私、デュドさんのインタビューを何度も紹介してますけど、インタビューを読んでいる限り、こんな人が上司だったらなと思わせてくれるような人ですよね。感情で物事を左右しない。きちんと仕事は進めていくんだけど、周りの人間に対する配慮もちゃんとあるというね。日本の組織で上に立ってる人でこういう人っていうのはあんまりいないでしょうけどね。ちょっと余計な話になりましたけど。何しろ、デュドさんから見ると、デーモン・ヒルというドライバーは、まず速い。で、開発能力も素晴らしいと。で、ここでは言葉では言ってないですけど、信頼に値するドライバーだって思ってるってことですよね。途中でも言いましたけど、結局このヒルの離脱によって、ニューエイさんはいなくなり、ニューエイさんの置き土産によって翌年ビルヌーブはチャンピオンになりますけど、
まあその後は下降線を辿っていくわけですね。ウィリアムズがその後にチャンピオンになることはないわけです。なので、フランク・ウィリアムズさんとパトリック・ヘッドさんのもう人生最大の判断ミスがここだったっていうことになると思います。デーモン・ヒルがどんだけすごいドライバーだったかっていう話が他のタイミングでまたデュドさんが語ってるのもあるんで、何かの機会にまたその別のインタビューも紹介したいとは思いますけど、はい。まあこれが96年チャンピオンになりながら放出されてしまったデーモン・ヒルですが、実際に一緒に働いてたルノーの責任者から見たらこんなにすごいドライバーだったというお話になります。はい。いつもね、高評価ありがとうございます。コメントも本当にありがとうございます。コメント返せる限り返してますけど、すいません。仕事もあるんで返せない時もあります。チャンネルね、登録も増えてきて、はい、非常に嬉しいです。まだ登録されてない方いましたら、はい、ぜひよろしくお願いします。また次回も頑張ります。